こんにちは。こんばんは。おはようございます。日本語 V ティーチャーのわさびです。今週のスパイファミリーは難しい表現や文法がたくさんありましたね。皆さんはどのくらいわかりましたか？今日は特に難しかった表現やフレーズ、面白い言葉の使い方を紹介します。一緒に勉強しよう。こいつに張り付いて証拠を押さえ、生地を買ってるバイヤーも突き止めろ。張り付く。これは自動詞です。自動詞なので、がを使います。では、この場面では、何が何に張り付くのでしょうか。こいつに張り付いて証拠を押さえ、生地を買ってるバイヤーも突き止めろ。これは有利のボスのセリフです。つまり有利が張り付きます。元新聞記者の男に張り付きます。張り付く。これはターゲットから離れないで様子を見ます。調べますという意味です。このセリフは他の言葉もすごく難しいですよね。証拠を押さえる、証拠、エビデンス。この男が犯人だとわかるものを押さえる、手に入れる。そして、この男が書いている記事を買っているバイヤーも突き止める。誰かを調べて明らかにしなさいということです。では、どうしてここでもを使っていますか？そうです。まず、有利がしなければならない仕事は、この男が犯人だという証拠を抑えること。そして、この男が書いた記事を買っているバイヤーを突き止めること。有利がしなければならない仕事が2つあるので、もを使っているということです。なんのこれくらい。これ、丁寧な日本語で言うと、これくらいの仕事は大した問題ではありませんという意味なんです。なんの、大した問題ではない。これは全然平気、簡単なこととも言い換えることができるでしょう。なんのこれ式というフレーズもあります。これはなんのこれくらいと全く同じ意味です。例えば、駅の階段で荷物を運んであげました。お礼を言われました。ありがとうございます。私は言います。なんのこれ式、なんのこれくらい。このように何かを手伝った後によく使います。もちろん、有利のように他の人から見てすごく大変そうな仕事をしていても問題ありませんよ。まだまだできますという意味で使うこともよくあります。地下出版のバイヤーをあぶり出すまでは泳がせておけ。あぶり出す。これは隠れていたものや物事を少しずつクリアにしていくという意味です。皆さんは子供の時、紙にレモンやみかんの汁で文字を書いて遊んだことはありますか？そう、スパイみたいな遊びです。その手紙に火を近づけると文字が出てくる遊びなんですが、
これを炙り出しと言います。この遊びのように火を近づけて温めたり焼いたりすることを炙ると言います。この場面では実際に火を使うことはありません。でも火を近づけるように少しずつ調べます。追い詰めます。その結果、何かが出てくること、明らかになること、クリアになることを炙り出すと言います。真相を炙り出す、犯人を炙り出す、該当者を炙り出すのように、ホームズやコナンが推理するときなどによく使う表現です。泳がせる、動詞の詞液形です。犯人など追いかけている人をわざと自由にさせながら張り付く、しっかり調べてチェックする、監視するという意味です。捕まえると何も言わないけど、後ろから見ている間に悪いことをする。これだと言える証拠をゲットできるというのは、ドラマでもよく見かけますよね。これは証拠が欲しいときに使う言葉です。今は泳がせてるけど、証拠をつかんだら話し合うつもり。とりあえず泳がせておいて、証拠をつかんだら逮捕します。こんな感じですね。新米にゃいろいろしんどい仕事だろ。あんまストレスためんなよ。新米。これは新人という意味です。新米、新人、新入り、新顔のようによく似た表現がいっぱいあります。新米はお米のように真っ白でまだ何色にもなっていない人、ピュアという意味です。新人は新しくデビューした人、何かを始めた人。新入りはそのグループなどに新しく入った人という意味。新顔は初めてそこに顔を見せた人。ニューフェイスという意味です。この中でも特に新米は普通若い人に使う言葉で、経験がない、少ないというニュアンスがあります。新人、新入り、新顔は年齢や経験に関係なく使います。新人は新しくデビューした人。新入り、新顔はそのグループに入ってきた人。そのグループにということを強調するニュアンスがあります。新人 VTuber です。三角さんは〇〇事務所の新人 VTuber です。〇〇事務所の新入り、新顔、このように使います。新人はその人を表す言葉。なので、グループがあっても、グループがなくても使うことができます。でも、新入り、新顔はグループがないと使えません。特に、新入りは少し失礼な言い方です。どの言葉を使えばいいのか迷ったときは、新人。これが一番いいです。しんどい。これは、辛い、きつい、大変な、と
同じニュアンスです。体、心、どちらにも使える便利な言葉です。これに対して優里は、いえ、僕この仕事向いてると思います、と言っています。この向くは、その仕事に自分のスキルや性格がマッチングしている、素質、ポテンシャルがあるという意味です。私、この仕事が好き。この仕事をしていて楽しい。他の仕事よりうまくできると思うとき、この仕事に向いていると言います。反対に、仕事が楽しくない。失敗ばかりです。なんだかうまくいきません。私、この仕事に向いていない。ということができます。ちなみに、向いている仕事、自分にとって最高の仕事のことを天職と言います。そして、仕事を変えることは転職と言います。ひらがなで書くと同じですが、漢字も発音も違うので注意が必要です。では、もう一度聞いてみましょう。天職、転職。洗練されたスーツ、銀色に輝く愛車、百戦錬磨のテクと紳士の立ち居振る舞い。これはボンドマンのことですね。百戦錬磨。これは四字熟語です。いろいろな経験をしてスキルを上げたプロフェッショナルという意味です。錬磨を表す慣用句は腕を磨く。腕はスキル、腕前、その人のレベルという意味です。磨くは上達する、うまくなるようにたくさん訓練する、努力する、上達できるように頑張るという意味です。テクはテクニックのテク。コロケーションはテクがある、テクがないです。立ち居振る舞い。これは何かをする様子や態度、日常の動きという意味です。これは立ち居と振る舞いという二つの言葉が一つになった言葉です。二つがセットになることで、他の人に対する態度や行い、話し方、接し方という意味になります。例えば、ボンドマンのようなスマートな立ち居振る舞いに憧れる。ボンドマンの立ち居振る舞いは美しい。このように使います。いかがでしたか？今週は他にも難しい表現や文法がたくさんあったので、どれを紹介するか本当に悩みました。もし知りたい表現や文法があったらいつでもコメントしてください。エクストラミッション。新しい動画を作ります。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おっつわっさびーむ。バイバイ。